キークロンのフラッグシップモデルキークロン Q1MAX。2024年8月から4万円もするキーボードを約1年使って分かったキークロン Q1MAX を愛すべき理由5選をお送りします。はい。ということで、皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具、キークロンおじさんの山カフェです。今日はですね、こちら、キークロン Q1MAX でございます。本日はコペックジャパンの提供でお送りします。高級キーボードって使う理由あるんですかね？皆さんも迷ってませんか？安いキーボードで十分なんじゃないかとか、高い買い物で後悔したくないとか、違いってそもそもわかるの？みたいな。で、今日は1年間にわたってね、キークロン Q1MAX を使い続けてきて、それの使うべき理由みたいなものをね、お送りしたいと思います。で、詳細は概要欄にリンク貼っておきますんで、チェックしてみてください。僕が使っているキークロン Q1MAX はカラーがシェルホワイトで US レイアウト、スイッチはゲートロンジュピターバナナという構成ですね。キーキャップはカスタマイズしていますので後ほど解説します。基本的には素晴らしいキーボードで、このね、デスクの上にある存在感っていうのは、見るたびにね、いいなと思うわけです。で、打鍵感とか音もすごくいいんだけど、ぶっちゃけるとこれの上を行くね、製品、キーボードってあるんですよ。じゃあなんで僕がね、キークロン Q1MAX を使い続けているのか、それを今回考えてみました。で、買わない方がいいよっていう人もいるので、それはね、最後に報告しようかと思います。まずその1、気分の上がるホワイトボディですね。僕のキーボードを選択する条件として見た目はかなり重要なポイントです。キークロン Q1MAX はカラーバリエーションとしてカーボンブラックとシェルホワイトのカラーを選択可能なんですね。もちろん僕はシェルホワイトを選んでいます。キークロンといえばグレーツートンのキーキャップやどちらかというとダークな感じの配色が多くて、僕もね昔はそういったカラーが好きだったんですけども、最近は白系のアイテムばかりを好んで使っています。あなたはキーボードの好きなカラーってありますか？あったらコメント欄でぜひね教えてください。75% レイアウトの絶妙なバランス。僕が初めて買ったキークロンはですね、キークロン K2 で、これもね、75% レイアウト。この流れなんですよね。5年以上前の話なんですけども、この 75% レイアウトのコンパクトさと機能性の両立みたいなところが好きです。K2 の場合はカーソルキー部分が本体キーと横並びになっているんですけども、Q1MAX のレイアウトの場合は本体から離れていて、一番右のページアップダウンなんかのキーも離れているので、エンターキーの端っこっていうのもわかりやすくてね、誤入力が少ないような気がしています。手の置き場所とかね、感覚がすごくいいんですよね。80% レイアウトも好きなんですけども、見た目のバランス的には 75% のずんぐりむっくり感っていうのも含めてね、好きなんですよね。ちなみに会社では 80% レイアウトの Q3MAX をキーキャップを交換してね、真っ黒にしたバージョンを使っています。Q1MAX のレイアウトは、僕は US レイアウトを使っていますけども、レイアウトとしてはね、JIS、日本語レイアウトを選択することも可能です。正直ね、僕は US 派なんですけど、どうしても日本だと JIS 人気が強いんですよね。あなたは JIS 派ですか US 派ですか？ぜひコメント欄で教えてください。心地よい打鍵感を支えるアルミニウム筐体とガスケットマウント。この質感高いアルミニウム筐体は重量感もあってね、所有感はすごく高いと思います。アルミニウム筐体は打鍵感はかっちりしていて、いわゆる高級キーボードに採用されることが多いんですよね。Q1MAX はこのかっちりした打鍵感を受け止めるためにガスケットマウントというのを採用しています。ガスケットマウントはプレートをガスケットと呼ばれるクッション素材でケースで挟み込む構造になっているんですよね。フローティング構造に近くて打鍵時にプレート全体がねわずかにたわむような感じになっています。打鍵音の響きを抑える効果もあって最近採用するキーボードは多いですよね。特にアルミニウムボディとガスケットマウントの組み合わせはカチッとしたアルミニウム筐体をガスケットマウントが受け止めてくれるということで、スイッチのね底付き時に指を優しく受け止めてくれる感じが好きです。
カスタマイズ可能な点。QMKVIA のキークロンランチャーというね、アプリによってキーマップの変更が可能だったり、ホットスワップ対応でね、スイッチ変更が可能だったりと、いわゆるカスタムキーボードと呼ばれる高級キーボードに備わっているべき機能が、あるということですね。最近のキーボードだと、逆にね、カスタマイズ不可能なものが減ってきているので、あんまり重要視しなくても普通にある機能と言えるかもしれないです。僕のキーマップ変更は点キー配列をね、追加してるんですよね。75% レイアウトはコンパクトでいいんですけども、点キーがないんですよね。本格的に数字を入力する場合には専用の点キーを使った方が効率がいいんですけども、一時的にね、使いたい場合は僕はレイヤーの1に点キーの配列を割り当てています。そしてレイヤー1への切り替えはスペースキーの長押しで行います。こうすることで、左手でね、スペースキーを長押しして右手で数字を入力するということができるようになるわけです。キーマップ変更っていうのは、ちょっとのこの不便をめちゃくちゃ便利にしてくれるので、ぜひね、チャレンジしてみてください。キークロンであること。僕はキークロンキーボードをですね、5年ぐらい使っているわけですが、使い続けることで自分の好みの打鍵感とかレイアウトもね、分かってくるわけですね。キークロンのキーボードって何かが突出しているわけじゃないんですけども、手に入れやすくて、その打鍵体験はね、誰にでもいいってわかるし、そしてなおかつね、カスタマイズの自由度も高い。で、美しい工業製品で落ち着いた高級感があって、過剰じゃないんだけど、本質を抑えた性能が備わっているというような感じのものだと思います。僕はですね、そういった製品が好きで、一度気に入ったメーカーのものとかね、アイテムを使い続ける傾向があるんですよ。ちょっと違うかもしれないんですけども、車だとね、僕はフォルクスワーゲンばっかりを30年以上乗り続けているわけですね。それからコンピューターもアップル一筋30年です。ノートは、モレスキンばっかりで、これも20年以上使い続けてるんですけども、そういう感じで、そのアイテムの変遷とかね、歴史なんかを感じながら使い続けるっていうのが好きなんですよね。長く使っていても飽きることなく愛着が湧く。時にはね、外れのアイテムが販売されてしまうってこともあるわけですよね。なんだけど、好きなものを使い続けるっていうね、そういうのが僕好きなんですよね。で、皆さんは自分の好きなね、思い入れのあるメーカーとかアイテムとかありますかね？あったらぜひね、コメント欄で教えていただけると参考にしたいです。で、僕の Q1Max はですね、キーキャップを交換しているんで、ノンカスタマイズの Q1Max JISモデルと比較してみたいと思います。Q1Max シリーズから本体がシェルホワイトの場合に、キーキャップがですね、癖のある配色になっていて、個人的にはちょっと受け入れがたい感じではあるんですけども、これを変更しました。これもね、カスタムキーボードの醍醐味という感じですかね。キークロンから発売されている OSA プロファイルのダブルショット PBT キーキャップです。ノブの下にある3つのキーはドイズというね、可愛いキーキャップですね。ロープロファイル用のキーキャップなんですけども、ちょっとアクセントを入れたくて交換しました。本当はノブも交換したいんですけども、なかなかいいものがなくて交換できずにいます。それからスイッチなんですけどね、これもカチャカチャした音を消したいので、ルブーでね、潤滑油を足して音の改善をしたいなと思っているわけですね。ここで皆さんに根本的な質問をしたいんですけども、RGB バックライトって必要なんですかね？キークロン Q1Max も RGB バックライトの機能を持っていて綺麗に光るんですけども、僕にとっては正直不要な機能だなと思っています。暗いところでもね、文字の刻印が見えるくらいのホワイト LED だったらいいかなと思うわけですね。ゲーミング界隈の方だと必要なのかなと思いますが、RGB ライト皆さん必要ですか？はい。ここでですね、1年間使ってみて感じる3つの弱点ポイントがあります。Bluetooth の復帰が遅い、とにかく重い、そして円安がつらみですね。ちょっと細かく見ていきましょう。Bluetooth の復帰が遅い。Q1Max は Bluetooth3 台と 2.4GHz の1台の合計4台の無線接続が可能なんですね。Bluetooth 接続はスリープからの復帰時にちょっとね、時間がかかるんですよね。2.4GHz を使えばいいんですけども、複数 Mac の切り替えを行いたいのと、
バッテリーを気にしながら運用するのはストレスなので、僕はね、優先運用にしているわけです。会社とプライベートの Mac の切り替えは、USB 切り替えスイッチを使ってボタン一発でね、切り替えるようにしています。ちなみに USB ケーブルは同じくキークロンのケーブルを使っています。重い。1.7kg 以上の重さがあるということで安定した打鍵感が得られるわけですが、その一方で動かしにくいというね、反対の特徴が出るわけです。ちょっとメモを取りたい、それから資料を広げたいなんていう時に、デスクの上でね、スペースを広げたいなと思う時に気軽に動かすことがしにくいというわけですね。円安がつらみです。動画編集時点でお値段ですね、スーパーコペ価格で43,890円。これは気軽に買えるお値段ではないかなと思うわけです。これね、円安が悪いわけなんですが、本家サイトだと$229なんですよね。ちょっと古い話ですいませんけども、5年ほど前の$1 100ぐらいの時だと約23,000円でしょ。で、これに日本代理店のサポートとかの手数料の上乗せで、3万円ちょっと切るぐらいになったのかな、もしかしたら。で、代理店のコペックジャパンだと定期的にね、20% オフのセールやってますし、Amazon でもこの間もね、開催されたプライムデーなんかだと、35,000円ぐらいで下がったりするので、こういったセールを利用するのも一つの手かなと思います。欲しくなった時がね、買い時とは思ってますけど、ヨドバシカメラとかね、ビッグカメラなんかだと実際に触れることができたりするので、購入を迷っている人は実店舗で触ってみることをお勧めします。ということで、約1年にわたって使い続けている僕のお気に入りのキーボード、キークロン Q1MAX ですね。毎日使うものだからこそ質感高いアルミニウムボディとガスケットマウントによる心地よい打鍵感。これによってね、何気ないタスク一つ一つも気持ちよく作業できるわけです。カスタマイズ性も高くてね、手に馴染んで毎日の作業をね、支えてくれる、大事な文房具の一つだと思います。で、こういった思いに共感できる人にはズバリね、手に馴染む道具としての高級カスタムキーボードを選ぶ理由になるんじゃないでしょうか。一方で、キーボードは道具なんだから文字入力できれば何でもいいんだという人には、なかなかこういったね、高級キーボードをお勧めしにくいですね。これは物に対する価値観の問題なので、何が良くて何がダメかということではないと思います。皆さんの高級じゃなくても毎日使っていて、これがいいって感じるものありますよね。ぜひね、あなたの手に馴染む道具というのをコメントで教えていただけると僕も参考にできて嬉しいです。ということで次の動画でお会いしましょう。さよなら。